はいどうも、こんにちは、ぴょんすです。今回なんですけども、ぴょんす、またまた一時帰国したいと思います。今回はちょっと出張も兼ねてっていうところなんで、仕事の都合も入ってるんですけども、日本に一時帰国したいなと思います。で、今なんですけども、朝の5時15分、ハノイのノイバイ空港に到着しました。今回なんですけども、朝8時にハノイを出発するベトナム航空を使って日本の、東京の羽田空港に帰りたいと思うので、そちらのフライトレビューの方をお届けできればと思っております。いや、昨日、荷造りに結構時間かかっちゃって、今日朝4時起きだったんですけど、だいたい3時間半ぐらいしか寝れてないので、ちょっとろれつが回るかわかんないのと、寝不足すげえ顔に出てるんですけども、ご容赦ください。で、ベトナム航空を使うんですけども、今回ANA で発見していますので、確か ANA のその上級会員のステータスが使えたりするのかなと思うので、そちらを使って、チェックインとかすべてやっていこうかなっていうふうに思います。で、深夜のノイバイ空港ってすんごい人多いんですけど、早朝のノイバイ空港って結構ガラガラ。まあまだ5時台ってこともあるんですけど、なんであんまり人もいないので、サクッとチェックインしたいなっていうふうに思います。じゃあ中に入ろうかなと思います。そう、今日は日本に着いてからすぐもう6時から予定があるので、飛行機遅れると結構まずくて、3時に確か着く便なんですけど、羽田に。遅れると結構まずくて、ちょっと一旦やってみてみましょうか。8時のままチェックイン始まってますね。今回乗るのが上から3つ目、ベトナム航空384便ですね。はい、羽田まで、行こうかなと思います。チェックイン始まってるので、向かおうと思います。ベトナム航空の普通のチェックインカウンターは結構もう2、3列できてますね。これ並ぶのは結構きついのと、何なんだろう、黄色い服の人ツアーとかですかね。はい。ちょっとわかんないけど、これ並ぶのはきついので、ANA のステータスを使って、ビジネスクラスのところからチェックインしようかなと思います。よし。じゃあ、ベトナム航空の優先チェックインカウンターは多分 H だったかな。使えるかわかんないんですけど、ちょっと行ってみましょう。多分 ANA 発券で提携してるので大丈夫だとは思うんですけど、まあ、行ってみてから、はい。無理だったら順番に並びます。こっちはなかなか空いてますね。スカイプライオリティ。ANA はスターアライアンスなので厳密には違うんですけど、ベトナム航空とは、オリジナルで提携してるので多分使えるかなと思います。じゃあちょっと行ってみます。一組、二組待ちなので、エコノミーのところでチェックインするよりかは、幾分か早くできそうな気がします。こんな感じ。はい、サクッとチェックインできました。10分ぐらいかな。もう特にやることもないので、中入って、ちょっと久しぶりにお土産物でも見ようかなとは思うんですけど、はい、ハノイを、ベトナムを出国したいなと思います。いやでも朝は全然空いてる。最高かもしれない。夜もうほんと並ぶんで、この空いてる感じは、すごいいいですね。よし、じゃあ、出国しようと思います。はい、無事出国と手荷物検査完了しました。いやなんかちょっとやばくて出国の時、ちょっとその話は後でラウンジでゆっくりできればと思います。結構ビビりました。なんかマジって感じなんですけど、まあそれは置いといて、この ANA で予約してベトナム航空使うときはベトナム航空のロータスラウンジを使ってねっていう風に言われたので、はい、ちょっとそっちに行ってみようかなと思います。エスカレーター上がったらすぐですね、プライオリティパスで使えるソンホンラウンジとその横にロータスラウンジやってるのかちょっとわかんない、ベトナム航空のラウンジあるので、まあどっちでもいいんですけど、はい、ラウンジの方に行って時間を適当に潰しておこうかなと思います。朝だから混むかなと思って早く来たんですけど、全然早く来る必要はなかったかなと思ってるんですけど、ギリギリになるの嫌なので、ちょっとはい行こうと思います。
卵とコーン、なんか麺美味しそう。こっちも炒め物かな。コールドプレート、こんな感じ。オリーブ、トマト、キュウリ、ピクルスとか、お寿司とカナッペ、ヤムチャ。こっちがデザートかな。ライチとプラム、スイカ、ハム、チーズとパン類ですね。シュルムって書いてあるけど、でもチェーって書いてあるんでデザートですね。ケーキ。こっちはヌードルコーナー。多分言ったらフォーとかをくれると思います。ドリンクコーナーがこっちにありました。各種ワイン、お酒、ソフトドリンク。これ初めて見ました。 ICY プレミアムボトルドドリンキングウォーター。今度飲んでみよう。でソフトドリンクはまあ一緒ですね。水、コーラとか、ビールもあります。でこっちもかな。でシリアルとか、コーヒー、紅茶類。今日はパイナップルフレーバーデトックスウォーターとかですかね。よし、じゃあご飯取ってちょっと食べたいと思います。はい、よし、ちょっと朝ごはんを取ってきました。フォーと、ちょっとヌードルとかこんぐらい、取ってきてます。でベトナム来て僕大体2年ぐらい経つんですけど、初めて見ましたこの ICY プレミアム。なんか硬水か軟水かとかも全然わかんないんですけど、初めて見たんで撮ってみました。よし、じゃあちょっとお腹空いてるのでちょっとだけ食べたいなと思います。いただきます。そう、フォー、ベトナム料理といえばやっぱフォーで、チキンフォーのフォーガーと牛肉フォーのフォーボーとあるんですけど、僕はどっちも好きなんですけど、フォーって基本なんか朝に食べるものらしくて、それにのっとって朝フォーしてみたいと思います。実際にでもベトナム住んでると朝フォーする機会はほとんどないです。いつも朝仕事なので、起きて大体1時間とかで準備してるので、朝フォーもちろん食べに行ったりとかはないですし、土日ちょっと友達と誘われたら行くぐらいなんですけど、本当にそんなの僕はそんなに数多くないので、朝フォー結構久しぶりの朝フォーですね。そう、ベトナムのおしぼりっていい匂いするんですけど、ちょっと匂いがきつすぎるのが辛いところ。じゃあいただきます。わーお、フォーです。うまっ。むちゃくちゃ観光客向けに整えられた味になってて、これはうまい。ごめんなさい、ちょっと朝なんですげえテンションがもしかしたら低いかもしれない。ごめんなさい。いや、普通に美味しいですよ。普通に美味しいですよってなんかダメな言い方な気がするんですけど、うまいです。チキンと一緒に。朝はやっぱテンションがちょっと低い。まずだって何時今5時49分ですからね。ちょっと早く来すぎたかもしれないですね。もっと混んでると思ってて全然混んでなかったです。パクチーが苦手な人はパクチー抜きって言ったら多分やってもらえると思います。ハノイの空港って前も紹介したんですけど、3つラウンジがあって、1個がこのベトナム航空のラウンジで、もう1個がこの横にあるんですけど、ソンホンラウンジって言ってプライオリティパスで入れるところのラウンジ。シンガポール航空とか各種航空会社の指定ラウンジにもなってます。でもう1個が全然違う逆側にあるラウンジの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、大きなラウンジがあって、そこも航空会社指定のラウンジになってます。でそこの3つ僕全部入ったことあるんですけど、ご飯は僕この前の動画かなでソンホンラウンジが一番好きっていうのをお伝えしたかなと思うんですけど、このフォーに限ってはやっぱりベトナム航空のラウンジが一番美味しいかもしれないです。一番食べやすいのはこのベトナム航空のチキンフォーガーかもしれないですね。もう今日は3時に羽田に着いて6時からそのイベントがあるので、どうしても飛行機遅れないでほしいんですよね。遅れたらもうほぼ遅刻確定なので、
ちゃんとみんな素直にスッと乗ってバッと飛び立ってほしいと思ってます。ちょっと開けてみます。匂いとかはないですね。あ、ビナミルクの水なんだ。へえ。うん。別になんかもちろんまずいとかは全然ないですね。まあこれが軟水か硬水かとかちょっと分かんなくて、軟水じゃないときついっていう人はアクアフィーナとか飲んだらいいかなと思います。でも普通に美味しいかなって思います。この前このベトナム航空のラウンジに来たのがまだコロナ真っ只中の時だったんですよ。ちょうど1年ぐらい前かな。2022年の3月とかに来て、日本に一時帰国する時だったんですけど、関空に行った時かな。なんですけど、その時は全然席数とかもガラガラだったし、もちろんお客さん全然いないし、夜でもご飯も全然置いてなかったみたいな感じだったんですけど、やっぱりもちろんもう回復してきて、普通にラウンジとして機能が出てるのかなって思います。一番料理の数で言うと、多いのかなって思いますね。で、朝はまだ早いので、全部が全部出されてるわけではない。今も出してる、準備していただいてる部分あるんですけど、なんでもし朝便のルーン来るんだったら、だいたい6時半ぐらいに来ると全料理出てるんじゃないかなと思います。でもフォーがあるだけで最高、全然いい。なんかチキン巻きみたいな、これめっちゃうまそう。チキンロールはめっちゃ美味しかった。じゃあなんかこの焼きそばみたいなやつも食べてみよう。味はでも美味しいですね。わかりますか？すげえ朝日が昇ってめちゃくちゃ眩しい。まだ6時前なんですけど、いつもだからベトナムで生活してるとカーテンをしっかり閉めて寝ないと朝日が部屋の中に入ってきてすぐ起きちゃうっていうやつになります。じゃあもう一杯フォーがチキンフォー取ってきたので食べてで、やることもないのでちょっと仕事しとこうかなと思います。今日ちょっと入国のところで起こったちょっとびっくりした話があるんですけど、今日朝めちゃくちゃ早かったので全然人いなかったんですよ。で、チェックインカウンターもビジネスクラスのカウンター使えたんですけど、僕の前に一組3人家族連れ、ベトナム人の家族の方がいて、かなりチェックインもなんか手こずってて、なので僕は5分から5分ぐらいかな、待ったんですよ。あまりにも遅くて終わんないから別のカウンターを開けてくださって、そっちで対応していただいて、チェックインできたっていう感じでした。で、僕はチェックイン終わったらその家族も終わって、で、ほぼ同タイミングで出国審査のところ行ったんですよ。その方の方が先にスタンプをされるところですね。パスポートに発行されるところに進んだんですよ。旦那さん、奥さん、お子さんっていう風な家族だったんですけど、奥さんはなんか出国できたんですよ。ベトナムの方ですよ。旦那さんと子供が、なんか出国ダメみたいな、できないみたいな感じで、イミグレの人に止められてて、なんか横からすげえベトナムって緑の服を着た人が、公務員というか、公安みたいな感じでいるんですけど、その人がバーって来て、ちょっと確認するからあっち来てみたいな感じで。で、すぐ後ろに僕並んでるわけじゃないですか。お前もかみたいに言われて、多分ですよ。ベトナム語だったんでわからんって感じの顔をしてたんですけど、お前もなんか一緒かみたいな。一緒なら来いみたいなことを多分言われたと勝手に想像してます。で、いや僕は違うよみたいな。違う違う、日本だから日本みたいな。ジャパンパスポートみたいな感じで赤いパスポートを見せたら、じゃあお前はもう早く行けみたいな感じで、ちょっとすげえなんか威圧的というか怖い感じだったんですよ。で、奥さんは通れたけど、旦那さんと息子さんはこう通れてないみたいな感じでちょっと引っかかってる感じで、テレビとか、そのドラマとか、ドキュメンタリーとかだとよくあるじゃないですか。例えば麻薬をこう運んでるから、それでチェック入るとか、なんか出入国違反してるからチェック入るとかあると思うんですけど、まさにそれと同じことがもう目の前で本当に行われて、おい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 って言いそうになりましたね。本当にびっくりしました。無事出国はできたみたいで、ベトナム航空のラウンジに僕いるんですけど、3人で入ってきてご飯食べてました。そこでもなんかちょっとスタッフと揉めてて、すごいスタッフが何回もその家族にこう話しかけに行って、なんかこれ書いてくださいとか、これサインしてくださいみたいなことをやってて、なんか特殊な事情というか、があるのかなとは思うんですけども、ちょっと朝びっくりしましたね。なんかもうあれ巻き込まれてたら、なんとも言えない気分というか、別に僕は何も悪いことしてないんで大丈夫なんですけど、やっぱ急にああいう本物を見るというか、ドキッとする、はい、経験がありました。で結構やっぱ最初めちゃくちゃ空いてたんですけど、今結構人が
はい、いっぱい入ってきてて、特にビジネスマンの方やっぱ多いですね。朝みんな羽田行くのかな。日本人の人は多分羽田行き、ビジネス客なのかなっていうふうに思います。昨日まで出張で今日朝一で帰るみたいなところですかね。まあ、深夜便で帰った方が時間は節約できるんですけど、きついんです、あれ、次の日が。うん。結局は、ハノイ、東京ってだいたい4時間半、5時間ぐらいのフライトなんですけど、まあ、離陸してドリンクサービスで、ちょっと寝てたらもう朝の機内食って言って、結局2時間、2時間半ぐらいしか寝れなくて、まあ、その点 LCC、ベトジェットとかだともう一生寝てられるみたいな、5時間丸々寝れるみたいなことではあるんですけど、座席は狭いですけどね。うん。まあ、どっちを選ぶか。で、まあ、今回は僕も朝便があったので、朝便をちょっと選択したっていう感じで、皆さん考えることは、もしかしたら同じのようです。ちょっと本当にまあびっくりした経験だったんですけど、何かとやっぱ空港来るといろいろありますよね。そういった税関の話だとか、この前はスタンプあるじゃないですか。パスポートに押す。あれの日付が間違っているっていうとんでもないことが起きたりもしていて、びっくりしましたね。で、それ、間違ってんだけど、で、その、反抗した人が YouTube 見ながら仕事してるんですよ。あれですよ、出国の管理する人ですよ。YouTube 見ながら、スタンプボン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 してて、1日ずれてて、その時の旅行はちょっとヨーロッパに、シンガポール乗り継いでヨーロッパ行くっていう旅行だったので、まあちょっと日付もしなんかずれててなんか問題とかなったら嫌だから、ちょっと言いに行ったら、いわゆる上司みたいな人が出てきて、どこのレーンだみたいな。で、こいつですみたいな感じで言ったら、ちょっとその人怒られてて、まあそりゃそうですよね。YouTube 見ながら仕事してって、反抗してんの間違ってたらそれダメですよね。ちょっとなんかそういうのとかいろいろ空港ではハプニングが起きがちなんですけども、まあそういうのもちょっと楽しんでやっていきたいなと思います。じゃあ出発まで、何時だろう。あと1時間切ったぐらいかなになってるので、もうちょっと待っておこうと思います。ほい、ラウンジ出ました。スカイチームとやっぱりベトナム航空のラウンジで、横にはスターラとか、まあ、プライオリティパスでも使えるソンホンラウンジがある感じですね。よし、じゃあ時間になったので、ゲートを向かいたいと思います。今回は34番ゲートなので、いつも ANA とかが止まる側の方ですね。珍しいかもしれない。朝からフォー2杯も食べて、もう眠気がすごいです、やっぱり。昨日全然3時間ちょっと4時間未満かな。しか寝てないんで、きついっすね。結構お土産物屋さんとか買ってる人いますね。もう僕は今回一時帰国に向けて、むちゃくちゃたくさん事前にお土産買ってきたんで、はい、ここでは買わないんですけど、ちょっとどんなんがあるんですかね。まあでも、いわゆる街中にあるものが結構あるっていう感じですかね。もうこんな感じ。こういう、やっぱドライフルーツとかは、やっぱどこでも売ってますよね。有名なマローのチョコもあるので、もし街中で買い忘れても大丈夫そう。あとはこういう置物とか。でも値段とかどうなんだろう。まあ、街中のスーパーより多少ちょっと高いかなぐらいですね。そんな空港価格で暴利だみたいなことはなさそうです。よし。じゃあもうゲートの前にいて、待っておきましょう。8時出発なんですけど、ボーリングタイムが7時10分だそうで、結構早いなと思ったんですけど、指示には従って乗り遅れないようにしようかなと思います。結構人多いね。朝ほんと全然いなかったのに。どうなんだろうこの朝の羽田便とかってガラガラなのかな。まあビジネス客はみんな使うと思うんですけど、どうなんですかね。観光客の人がやっぱり深夜便で帰るような気がしてて、まあちょっと混み具合も気になりますね。ロッテの免税店もさっき閉まってたんですけど、今開いてますね。やっぱ朝6時半とかぐらいからすべて空き出すっぽいですね。まあ今回は特に買うものもないので、このまま向かいます。朝は空港に来るときもグラブで来たんですけど、全然車ほんと数えるぐらいしかいなくて、すごいスピードで飛ばしてくれたので、多分いつもだと30分ぐらいかかるんですけど、25分とか20分ぐらい着いたのかな。びっくりするぐらいちょっと飛ばしてたんで、ちょっと怖かったぐらいですね。まあちょっとそんな話は置いといて、やっぱり一時帰国するときってワクワクっていうんですか、帰れるっていう嬉しさがすごいですよね。どうなんだろう。ベトナムってやっぱ物価も安いし、僕はベトナム料理も好きだから、あんまりなんか嫌だみたいなのはないんですけど、まあとはいえやっぱり日本に帰る
日本一番だなって個人的には思ったりしてるので、日本に帰れるのはやっぱ嬉しいですよね。ゲートは変わらず34番をちょっとここですね。ここがいつも ANA 乗るときとかに使うラウンジはここからですね。2箇所あって、2箇所3ラウンジって感じですね。よし、じゃあゲート行っとこうと思います。はい。今回乗る機体がおそらくこれですかね。ゲートにつながってるところを見ると。ヤバセ350、350-900ですかね。なんか、事前の情報によると、ボーイング 787-9 だったと思うんですけど、機材変更かなわかんない。僕はあんま気にしないんでどっちでも大丈夫です。ちっちゃい飛行機だとちょっと嫌だなと思ってたんですけど、787か、ヤバセ350だったら、はい、どっちでも大丈夫です。登場を待ちたいと思います。ようやく登場のアナウンスがあったので、行こうと思います。いきなり乗り込みたいと思います。多分満席かな。すごい人いっぱい。まあでも朝の便だし、やっぱでもビジネスマンが多いですよね。なんか、僕、こんな格好なんでビジネスマンじゃないけど、一応出張って考えたらビジネスマンなのかもしれない。でも、スーツとか着て飛行機乗るの嫌なんで、そんな硬いのも僕はあんま好きじゃないので、フラット、こんな感じのいつもの服装で乗ってます。前歩いてるお兄さん、めっちゃイケメンで、しかも英語超早くて全然聞き取れなかった。けど、なんか飛行機が、ちょっと出発が15分ぐらい遅れそうだから、本当に大丈夫かみたいなことを多分言ってて、グランドスタッフさん、GS さんが、みんな一緒だからって返してて、それ関係なくねって一人で突っ込んでました。みんな一緒でもまあ遅れたらダメでしょっていう。このままちょっと乗り込んでいこうかなと思います。ちなみに今日の座席は19の D で、結構エコノミーの方だと前側かな。で、窓側は取りたかったんですけど、まあもうないよって言われたので、通路側に行ってます。4時間半って結構微妙なんですよね。窓側でトイレ我慢でもいいし、通路側でゆっくり行ってもいいし、悩ましいところですね。Hi, lady. Thank you. お、これはプレミアムエコノミーですね。はい。座席着きました。こんな感じ。最初から毛布と枕が置かれてました。で、膝の広さも、ほら、こんぐらい。わかる？こんぐらいかな？ 2 つぐらいあるので、全然余裕です。で、結構人は多いんですけど、A350 大きい機材なので、まあまあ、搭乗率7割ぐらいですかね。はい。で、今回なんと、おそらく隣いません。やったねー。やっぱり、航空会社にしたらいっぱい人が乗るに越したことはないと思うんですけど、お客さんからすると、横の席が空いてるだけでも嬉しいし、2つ空いて3列独占できると、すごい楽なんですよね。乗ってて。気を使わなくていいので。なんで、そういう面でも今日はラッキーしてます。まあ、できればこの真ん中、今僕真ん中席なんですけど、この窓側席ですね。で、3列取れればよりいいかなっていうふうには思うんですけど、贅沢言わずに3列取れること良かったと思って、1時間過ごしていこうかなって思います。で、この、わかりますか？肘置きが上がるので、こうやって上げて、ちょっと横になって寝るとかもできるかなと思います。まあでもやっぱ8割ぐらい止まってるのと、後ろの方がやっぱパンパンなんですよね。前が結構3列独占してる人が何人もいる感じですね。これはラッキー。まあ、さっきもラウンジでご飯も食べたので、あとはゆっくりちょっと寝るだけかなって思ってます。もしくはちょっと時間あれば、ちょっと仕事したりだとか、YouTube 編集したりだとかはやろうかなって思います。でもやっぱり LCC とは全然違いますね。この間はベトジェットで帰ったんですけど、やっぱ NA とかベトナム航空とかの方が綺麗ですし、乗り心地すごいいいかなって思います。おしぼりが配られてますね。Thank you. おしぼりいただきました。このおしぼり僕好きなんですよ。匂いがね、結構良くて、ちょっときついって思う人もいるかもしれない。3倍ぐらい薄めればむっちゃいい匂いになると思うんですけど、結構東南アジアって匂いきついこと多いじゃないですか。
タイとかで石鹸とかハンドソープ買っても、すごい強い匂いをつけてるので、それが特徴で楽しむっていうのがいいかなって思います。じゃあ、離陸を待ちたいと思います。モニターは結構デカめ、こんな感じで、USB があるので、これで充電できます。横もあるので使っていこうかなと思います。で、今回のこの羽田線なんですけども、ホーチミンからは出てるかわかんないんですけど、ハノイから羽田に出てる便って、おそらくこのベトナム航空の朝便だけじゃないかなって思ってます。深夜便の ANA、JAL、ベトジェット、ベトナム航空は全部成田なんですよ。で、成田から東京都心ってやっぱり1時間半とかかかるんですけど、この羽田便、この1便は羽田に着くので、すごいいいポイントですよね。で、ちょっと前までは週4とかだったんですけど、今は週7、1日1便飛ばしてくれてるので、もう毎日いつでも気にせず、羽田に戻ることができます。助かった。ホーチミンだとね、ANA とかも羽田便を飛ばしてるんですけど、羽田ホーチミンを。なぜか、首都のハノイは飛んでない。ハノイとホーチミン比べると、ホーチミンの方が栄えてるというか、より明るい感じ。ハノイは首都だけど、ビジネス、経済の街っていうところだから、その点ではちょっと旅行とか考えると、ホーチミンの方が人気なのかもしれないですね。はい、飛行機動き始めました。7時50分ぐらいに搭乗開始して、今8時10分ぐらいなので、むちゃくちゃスピーディー。一気にギャーンって押し込んで、バーンって出発っていう感じですね。安全ビデオ、おしゃれです。離陸します。A350 はすごい静かですね。787よりも静かなんじゃないかな。見て、離陸前、扉開いちゃってる。日本の航空会社だとこんなこと絶対ないと思うけど、離陸前にチェックミスですかね。物とか入ってないのかな。扉が開いちゃってます。はい、機内食の提供が始まりました。急に来て、ふわーって感じで配っていってます。なんかね、すごい。急にね、賑やかになりました。魚の甘酢ご飯。日本語訳おかしくて、ブレイズドフィッシュって書いてあったんですけど、バサーって書いてあったら多分サバなのかなと、牛肉の麺みたいなやつで、今回は牛肉麺を頼んでみました。それがこちらです。はい、機内食こんな感じ。牛肉の麺とフルーツ、クロワッサンにヨーグルト。で、喉乾いてたので、リンゴジュースとオレンジジュースを1杯ずついただきました。じゃあ食べていこうと思います。じゃあ、いただきます。さっきラウンジで食べたんですけど、飛行機乗るとやっぱりお腹空いてきますよね。ほとんどの人がこの牛肉麺の方を頼んでますね。サバの方はご飯だったんですけど、麺の方が人気なんですかね。オレンジジュース。ベトナム航空、乾杯。甘い。ベトナムのジュースとかってなんでこんな甘いんだろうな。そう、最近、ベトナムのそのジュースが甘くて、ほとんどもう、ベトナム行ってから買ってなかったんですけど、最近はもうオレンジを市場で買って、それをもうカットして、絞って飲むっていう、オリジナル生搾りを実践しています。じゃあちょっと、まずクロワッサンあるんで食べてみる。あったかいです。すごく美味しい。そう、このおしぼりがね、すごい匂いが強いんですよ。じゃあちょっと牛肉麺食べてみます。ちょっと牛肉は硬いかな、触った感じ。こんな感じ。美味しいけど、ちょっと硬い。やっぱこう考えると ANA とかの機内食ってやっぱすごく美味しくできてるし、クオリティは高いですよね。これも味は美味しいんですけど、硬いのと、多分うどんみたいな、パスタみたいなやつなんですけど、麺がちょっと伸びちゃってるかな。見た感じで、ちょっと食べてみます。いただきます。味はうまい。肉がちょっと硬かっただけで味付けはうまい。こんな感じ。でも離陸してから先に普通ドリンクサービスとかがあると思うんですけど、それはなくて、もう一気に機内食とドリンクを
ガッチャンコで持ってくるっていう感じでした。まあそれの方がいいかもしれないですね。言って4時間弱、5時間弱かのフライトなので。やっぱ座席も LCC と比べたら全然広いし、体の楽さが違いますね、これ。機内食配ってる途中なんですけど、ちょっと揺れてきたので、シートベルトサインがつきましたね。僕は座ってるときは絶対にこうつけてるので、慌ててつけることはないです。もう本当に飛行機乗ってて、座席ついてるときはシートベルトつけておいた方がいいですよ。本当に急に揺れることとかもありますし、なんかつけてるって安心感ありますよね。まあ、横揺れだったら、おってなるぐらいなんですけど、縦揺れの時ってこう重力っていうか浮力っていうか、ふわっとこう胃がひっくり返るみたいなやつ、着陸の時とかによくある。あれとか来るとやっぱり、おってなるんですけど、それにシートベルトしっかりつけてると、がっちり固めてくれるので、安心感がやっぱあるんで、僕は結構普通に座ってる時もシートベルトつけるのは、おすすめっていうか、やった方がいいですよね。アナウンスもされてますし。そのクロワッサンがめっちゃ美味しい。クロワッサンめちゃくちゃうまい。バターつけなくても全然美味しい。ちなみにヨーグルトはビナミルクのイッドオンなので、イッドオンって微糖だっけ？コンドオンが、砂糖なしだから、イッドオンだから、まあ砂糖ありっちゃありなやつです。マジで、なんか、普通飛行機のテレビとか映画見るときって、こう、ヘッドセットして聞くじゃないですか。でも多分オリジナルの動画見てる人がいて、それをヘッドセットとかなんかそのイヤホンなしで大音量で聞いてる人がいて、それはちょっとマナー違反かなって今ちょっと思います。リンゴジュース。じゃあフルーツ。メロン。甘っ。めっちゃ甘いぞこれ。スイカ。甘い。ドラゴンフルーツ。甘い。ごちそうさまでした。じゃあちょっと、あとはゆっくりして遊ぼうと思います。ちなみにもう、僕の座席の前すぐ前がプレミアムエコノミーなんですけど、しっかりと、あれですね、カーテンで区切られてます。機内食とかは一緒なんですかね？わかんないけど。普通あんまり区切らないところが多いと思うんですけど、しっかりがっつり区切ってる感じですね。美味しかった。ごちそうさまでした。よし、着陸したので、機内を後にしたいと思います。Thank you. 今日はちょっと急がないといけないので、駆け足で日本に入国したいと思います。いや、結構長かったね。2ヶ月ぶりの日本。羽田空港やっぱ綺麗ですよね。今歩いてても。ちょっとサクサク抜けていこうと思います。結構端に止められた感があります。これ乗ってきたベトナム航空、そう機材変更で350で787も350もどっちも好きなんですけど、350の方がなんか機体のそのエンジンの音とかが静かだった気がしますね。気のせいかもわかんないけど、個人的には両方好きなんですけど、まあでも今もう世界の主力機、ワイドボディで主力機って言ったら、777、300ER か、787か、A350。まあどれかかな。あとは、ヤマス A380 あると思うんですけど、まあでもやっぱり一番主力なのって、ボーイング787か、A350 だと思うので、どっちって言われると結構悩ましいところがありますね。
ベトナム航空は両方持ってるし、基本路線は当たってるんですけど、こういう風に機材変更とかあると、乗ったことないやつ乗れて、ちょっと嬉しいかなっていうところですね。はい。問屋、端の端、多分一番端に止められちゃってますね。メイン、羽田空港メインの方に歩いてるような感じになってます。ここは多分夕方からもアメリカ便だとか、ユナイテッドがとにかくたくさんあるので、アメリカ便だとか、ANA 便とか、JAL 便も含めて、どんどん出発ラッシュになってくるのかなと思います。僕は今回2週間半ぐらいかな、滞在するんですけど、はい、ちょっと楽しもうと思います。じゃあ、入国します。はい。動画ご視聴いただきありがとうございます。当日ちょっと羽田空港がすごい混んでたっていうところと、僕も次の予定があったので、総括できなかったので、ベトナムの自宅から後取りできればと思っております。今回、ハノイノイバイ空港から東京の羽田空港まで、ベトナム航空を利用して日本に帰ったんですけども、やっぱり、機内は全然綺麗でしたし、ブランケットと、枕、ももらえましたし、機内食もとても美味しかったので、すごいいい航空会社かなっていうふうに改めて実感しました。ハノイから東京までは、このお昼の羽田便と深夜の成田便が、あるので、時間に合う方で使ってみるのがいいのかなっていうふうに思っております。で、ラウンジ、久しぶりにベトナム航空のラウンジにも行ったんですけども、やっぱ明るくて綺麗ですし、多分シャワーとかもあると思うんですけど、そのあたり僕は午前中はやっぱり使わないので、調査とか行ってなかったんですけど、おそらくあるかなって思ってます。またちょっと機会があれば、今度は調べてみようかなっていうふうに思います。はい。で、やっぱり今もう、コロナももう終わって、羽田空港、だいたい3時から3時半に着いたんですけど、入国までは大丈夫だったんですけど、その後ですね、僕クレジットカードの特典を使って荷物を、東京の自宅に送るっていうことをやってるんですけども、その列にだいたい40分ぐらいかかって、で、最後お見せしたようにもうずーっと長い列が、できているような状態でした。なので、手荷物宅配使われる方は、到着時間にももちろんよるんですけど、30分から40分くらいかかるんだろうなっていうところを、はい、覚えておいていただければと思っております。では、今回の動画はここまでにできればと思います。このピョンスログでは、ベトナム駐在員ピョンスが面白そうなこととか、ちょっと興味あるなってところを、動画にするチャンネルになっております。この動画面白かったよ、役に立ったよって方は、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。また、Twitter、Instagram やってますので、フォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。